皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。今日のテーマは、私の転職について、20代で4回転職して分かったことというテーマで皆さんにお届けしたいと思います。実はですね、私何を隠そう、転職しまくってるんですよ。いわゆるですね、ジョブホッパーというやつですね。日本では一般的にジョブホッパーと聞くと、まだまだあまりいいイメージがないので、私自身があんまりキャリアについて語るのは好きじゃないんですけれども、それでもね、最近若い人がやっぱり転職で悩んでるっていう相談を受けることがすごく多いんですよ。なのでこの転職っていうことに関して私はおそらく誰よりも経験してきているわけなんですよね。特に私20代のうちで5社経験してきていて、実は履歴書にも書かない会社を入れると結構な会社を実は経験してきてるんですよね。なので今日は20代で4回転職して分かったことというテーマで、転職についての考え方を、私なりの考え方を皆さんにシェアしたいと思います。以前の自己紹介の動画でも私の履歴というのは話してるんですけれども、1社目が区役所公務員で働いていて、保健師という仕事で働いていました。2つ目が編集の仕事をしていて、3つ目が教育のスタートアップのフランチャイズの仕事をしていて、4つ目がインド就職で現地の会社で人材エージェントをやっていて、実は帰ってきてからまた1社入ったんですけれども、ここはすぐ潰れてしまって、いろいろ仕事をやってるうちに株式会社メルカリさんに入社することになったと。こういった経緯でですね、簡単に見ただけでも5社経験してるわけなんですよ。ということで今日はね、転職についてです。まずね、実際には私が考えてることをいくつか話したいんですけれども、まず1つ目、転職について思ってることは、1回目の転職が一番怖いというところですね。特に私1回目の転職っていうのは区役所を辞めるタイミングだったんですけども、基本的に区役所で働いている方々は40年そこに勤務するっていう方がほとんどなわけなんですよ。つまり区役所とか公務員っていうのは転職文化っていうのがもともとないわけなんですよね。ただ私は実はね、当時から3年ぐらいしたら海外行きたいなと思ってたので、実は最初から辞める前提で入ってたんですけれども、なかなかその辞めるとか転職っていうのを意外とその組織の中で言うと、やっぱりすごい異質な目で見られたわけなんですよね、今思うと。だからやっぱりその1回目の転職っていうのはすごく怖かったんですよ。特にその転職文化がない会社に勤務してる人は、仕事を辞めるとか転職っていうのを会社の人にはめちゃくちゃ相談しにくいですよね。最初なかなか外につながりがない場合、どうやって転職について考えたらいいんだろうって、もうめちゃくちゃ誰にも相談できないし、上司にも相談できないし、そもそも中途から入ってきた人もいないみたいな環境で、私はすごく怖かったのを覚えてるんですよ。もうその転職する時が怖すぎてやばかったっていうエピソードはもう YouTube では公開できないものがあるんですけれども、それはまた別途いつかお話ししたいと思いますが、とにかく1回目の転職はめちゃくちゃ怖いということで、1回目転職する時にすごい怖いって思うのは、すごい正常反応なので大丈夫だと思いますよ。転職やったことがないから怖いっていうのは当たり前だと思うので、そんなにビビらないでくださいということですね。2つ目なんですけれども、1回2回の転職は誤差だけど、3回4回ぐらいになってくるとだんだん理由が必要になってくるということですね。なんかまるでね、私ジョブホッパーの成功事例みたいな形で話してるんですけど、全然そんなことなくって、皆さんの言う思ってる通り、たくさん転職するとね、やっぱ履歴書に×がつくんで、こいつなんでこんな転職してるんだって怪しい目で見られますよってことですね。1回目2回目はまだわかるんですけれども、20代のうちで3社目っていくと、この子はどうしてこんなに転職してるのかなっていうふうに思われます。やっぱりね、なんだかんだ言って日本っていうのは長く勤めてくれる人のことを大事にする傾向があるんですよね。なのでやっぱり一般的にはジョブホッパーっていうのはまだまだ受け入れられてません。なのでもしね、転職をそれだけするとなったら、3回目4回目ぐらいからはちゃんとして理由がないとだんだんしんどくなってくるよっていうところですよね。ということを皆さんに正直にお伝えしたいと思います。はい。なので、こういう風に転職の回数を重ねてくるときに、3つ目の必要なこととしては、転職にはストーリーが必要というところですよね。どうしてあなたは転職したのですかというところです。で、これができるだけ自分のビジョンとかミッションに紐づいてる方が転職はしやすいというところなんですよね。まだ20代のうちっていうのはね、そんなにスキルがなくても、パッションで採用してもらえるわけなんですよ。今の時代ね、情熱持ってる人を探す方が難しかったりするんですよ。なので、全然スキルとかなくてもやる気だけはあると、とにかく働きますみたいな人を企業としては欲しいわけなんですよね、ぶっちゃけ言うと。これを言うとね、ブラック企業みたいな考え方されるかもしれないけれども、正直に言う、20代のうちにちゃんと働かないと仕事できる人にはなりませんよ。なので、ブラック企業でうんぬんとか言ってるうちは仕事できるようになりません。私もね、なんだかんだ言って結構20代のうちは働いてたし、今も結構働いてるんですけど、やっぱりね、パッションを持ってること、仕事を一生懸命頑張るっていうのは一定期間は重要なことなんですよね。これちょっと話ずれちゃったんですけど、どっちにしろ転職する上でどうしてあなたが転職したのかっていうこのストーリー、何がやる気なのか何が動機なのかっていうのはすごく重要になってくるし、そういうものがあれば転職しやすい。私がこれだけ転職してたのは、強いて言うとこのミッションとかやりたいことっていうのが割と他の人には明確だったかもしれないっていうところがあります。なのでこのストーリーを作るっていうのはすごく重要。もちろんね、多少ちょっともったりして言ってもいいんだけれども、そう
やって自分の考えに嘘ついてるとだんだん辛くなってくるので、やっぱり仕事を通じて何をしたいかっていうのを自分で明確に持つというのはすごく大事なことかなと思います。4つ目かな。はい、1、2、3。あ、違うか。4つ目か。はい、4つ目ですね。はい、4つ目なんですけれども、転職は自分しか責任が持てないということですね。これも当たり前のことなんですけれども、自分のキャリアっていうのは自分しか責任取ってくれません。エージェントの人がいいことを言おうとも、友達がどんな会社進めようとも、自分が決めないといけない。自分のキャリアを自分で語らなきゃいけないから、自分がこの会社に納得して入るっていうところまで、自分自身と向き合って決めることっていうところですね。これがね、転職の回数を重ねれば重ねるほど、やっぱりこの会社辞めていいのかな、この会社入っていいのかなって何度も何度も自分と向き合わなきゃいけなくなる。これめちゃくちゃ大変なんですよ。給与が上がるからどうだよとか、福利厚生がどうだよっていろんな人言ってくるかもしれないけれども、自分でちゃんと自分のキャリア語らなきゃダメだから、ちゃんと自分が責任を持ってキャリアを見つけること、キャリアを決めることってことを私は強くお勧めしたいなと思います。5つ目なんですけれども、今の時代だからこそ長くいることも価値ということですね。これはね、私自身がこんなにジョブホッパーでいろんな仕事やっときながらお前が何言ってんだって思われるかもしれないんですけども、こんな私だから言いたい。長くやることはとても価値です。なので、辞めたいなとか思いますよね。なんか仕事面白くないなとか。でもね、今一度考えてみてほしい。ちゃんと。どんなにね、辛い仕事とか、どんなに状況が悪くてもね、何か前向きに捉えるっていうその能力、その考え方っていうのはね、どこに行っても重要なわけなんですよね。なので、もちろんね、私は次に行くことっていうのももちろん強く進めたいんですけれども、今自分のある環境で本当にやれることないのかなって考えるってことはめちゃくちゃ重要かなっていうのは、こういう転職が一般的な時代になってきたからこそ強く言いたいなとも思います。そして最後なんですけれども、これが一番今日伝えたいことなんですけれども、どんなに素晴らしい会社に行っても、いいことも悪いことも両方あるということですね。私はもう公務員も経験してきたし、スタートアップも経験してきたし、フリーランスも経験してきて、スタートアップの一人目の社員も経験してきて、今そして上場企業も経験してきて、いろんな企業を見てきたけども、全部の企業にいいところも悪いところもあります。今私が所属してる企業とかはね、おそらく IT 企業でも最先端を行ってる企業だと思うんですけれども、そんな私が所属してる企業ですらも課題はあるわけなんですよ。別にそれをね、今こう悪く言うとかじゃないですよ。それは当たり前のことなんですよ。どこの会社に行ったっていいところばかりなわけないじゃないですか。入ったら大変なこといっぱいあるわけなんですよね。そんなのはもうどこに行ってもあります。なので、最初入った時がもちろん人っていうのはモチベーションが一番高いわけなんですよ。でも実際にやってみたら、あれなんかうまくいかないなとか、なんか思ってたもの違うなっていうのはたくさんあるんだけれども、そうじゃなくて、自分が何をするかとか何をバリューで発揮できるかっていうことに、集中することと、かつそのどうやったら自分は会社のために貢献できるんだろうっていうところですよ。こういうことを言うとね、なんか自分の人生をなんかないがしろにして会社っつってなんかブラックなんじゃないかとか思われるかもしれないんですけれども、まずビジネスマンとして基本的に会社に貢献するっていうのは超大事なことだからまずそれを持つこと。一見ね、外から見たら華やかに見える会社だろうがなんだろうか、課題は必ずあるんですよ。だからいちいち隣の芝を青いなって見ないことなんですよね。与えられた環境で自分の全力を出すこと。そしたら必ず見てくれる人はいる。必ず次の機会を与えてくれるっていうのはあるはずなんですよね。さらにあまり公では言われないけど、転職っていうのは運みたいな要素もあります。なので時代の流れっていうのもあるわけなんですよ。今みたいにコロナみたいな配下でやっぱり転職の窓口がね狭まってるっていうのはもうこれしょうがないことなんですけれども、必ずその代わりそれが開く時っていうのは来るわけなんですよ。なんかバイオリズムがあるわけなので、やっぱりこう自分がどうあがいてもうまくいかない時だってあるんですよ。長い人生だから。だけどそこでいちいち落ち込まないこと。私はね、逆にいっぱいね転職してきて、これはある意味ね失敗の数かもしれません。だから他の人よりもいっぱい期待したし、でもいっぱい失敗してきて、そうじゃないんだなって分かったわけなんですよ。どこにいても結局頑張るしかないなって。だから一般的にね、転職っていうと華やかとか成功するとかキャリアアップとかいろいろあるけれども、結局どこにいても頑張らなきゃいけないっていう基本姿勢は変わりません。ということで、私はね、最後自分の意思を持つ人だったら転職してもしなくてもどっちでもいいと思う。自分でキャリアを納得して作っていくんだったらそれが一番いいことだと思います。ただ私は他の人と比べて転職の数が多かった。これは失敗の数が多いとも捉えられるけども、ある意味いろんな企業を経験してきてるっていう考え方もあるので、今日はその一部をですね、皆さんに伝えました。20代で4回転職して分かったことということで、私はね、どっちにしろみんなが転職することを心から応援してる。もしね、転職するとかキャリアアップしたいっていうことがあったら心から応援してるので、何かあったらコメントください。はい、ということで今日の動画がいいなと思った方はぜひチャンネル登録をお願いします。